皆様こんにちは。私熱血園芸塾塾長の枝本でございます。今日はですね、ちょっと気合が入ってるんですけれどもね、夏場のプランター園芸、ここに限定をしまして、土壌別使う用土ですね、使う用土別管理方法について詳しく説明をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではスタートです。土壌別用土別管理方法っていうのはどういうことかというと、軽い土と重い土、これはですね両極端によっけてます。ですから軽すぎる土というふうに理解してください。こっちは重すぎる土で、真ん中は取ってません。両極端に寄せることによってそれぞれの特徴を明瞭化させます。夏場のプランター園芸でですよ、プランター園芸ですから根っこが伸びていける環境というのは限界があるわけですね。これを根域制限という専門用語で申します。根域制限環境下におきまして何が起きるかというと、根っこが伸びていく場所が限られてますので、根巻きという現象が生じます。鉢の中で根っこが巻いていく現象ですね。この根巻き現象によって培養土が圧縮されるというふうな状況に陥ります。さてこれを前提とした上で、軽い土の場合は乾きやすい土とこういうことになります。乾きやすい軽い土というのは根っこがぐーっと伸びますので、培養土を締め上げるんですよ。培養土をぐっと締め付けるということになります。その締め付ける根巻き度合いは強いということになります。そしてそれと同時に乾きやすいということは、液肥をやった時に効きやすい吸いやすい状況がもたらされます。でそうするとですね、液肥を一度与えた場合、与えすぎた時に株が一気に大きくなりやすい傾向があるんです。ですから軽い土、乾きやすい土の場合には液肥の倍率を、濃度を一気に大きくならないように少し薄めにして、その代わりすぐに乾くのでやる回数を増やすというふうな対策を取るわけです。これが乾きやすい軽い土の状況になります。一方重すぎる土の場合、重すぎる土というのは乾きにくい土ということになります。乾きにくいということは酸欠状態に陥りやすいわけですから、根巻き、根っこの巻く力というのは弱いということになります。そして乾きにくいわけですから、液肥はやっても根っこは吸いにくいということになります。こうした場合に液肥を与えすぎるとジメジメしてますから、株がですね徒長しやすい形になります。そして同じくジメジメしてますので根腐れが発生しやすい状態になります。こうした場合は土を意図的になるべく乾かして、乾かした後に商品の裏ラベルに書かれた適正濃度の液肥を、これは湿ってるわけですから回数を少なめに与えるというやり方が妥当なやり方になります。そして流状肥料は土が乾きにくい、要するに湿ってる重い土なわけですから、そんなような湿ってる状態で流状肥料を追肥として与えると、やっぱり水分によって感応する流状タイプの肥料多いもんですから、一気に効きすぎて濃度障害が起きやすいということになります。要するに重すぎる土と軽すぎる土というのはそれぞれに夏場条件におきましては欠点があるんですよ。短所が特に目立つということになります。ということは、これを補完するような液肥なり肥料のやり方を取れば問題は減らせれるということになりますね。この乾きやすい土という軽い土というのは物理的に自分が持った時にですね、非常に軽い土のこと、こちらは物理的に非常に重い土というふうに理解解釈してください。そうするとですね、軽い土のこのような状態というのは液肥をですね中心にやりすぎると株が大きくなりやすいわけですから、軽い土ほど流状肥料の追肥が向くということになります。あるいは液肥をやる場合であっても、例えば商品のパッケージの裏面に500倍が標準製法量と書いてるんであれば1000倍にしてやるとかね、倍率を薄くする、
その代わり回数が1週間に1回となってんであれば、こちらは乾きやすくて何回もやらないといけないわけですから、それを3日に1回とかいう形で回数を増やしてやるわけです。液をやる場合はそういうやり方。それとやっぱりこういう軽い土の場合は粒状の追肥をやった方が持ちがいいですよね。液はもう何回もやらないといけないですから大変だから、粒状肥料の追肥が非常に軽い土の場合は向いているということになります。一方重い土の場合にはこのように液肥をやるということは水をやってることと一緒ですから、乾きにくいわけですから、乾きにくいということは絶対に重い土の場合にはまず土を乾かして、鉢土の表面が乾いた時に初めてですね液肥はやれるというふうに理解をしなければいけない。そして土が乾いた時に適正量でですね液肥をやります。その代わり1回でドバッと流す。だから週に1回でいいわけですね。倍率は500倍だったら500倍適正量でいいけれども、濃度は1週間に1回と書いてみれば1週間に1回で構いません。回数を増やす必要はない。なぜかというとこういう状態で回数を増やしてしまうと根腐れを助長するから。だから適正量で回数を少なめということが重要になります。粒状肥料の追肥を置くとですね、大体ね微生物分解か加水分解、水が加わって溶けたり、あとは温度感応。大体粒状肥料はこういうタイプが多い。そうすると土が湿っている状態が長い間続くので、粒状肥料は早く溶けすぎるという問題がある。だからこのような重い土の場合は土は乾いた時に適正量の液肥を与えるという管理が向いてるんです。それに対して軽い土の場合には粒状肥料を追肥として与える管理の方が比較的うまくいきます。このように焙土条件ですねによってですね、本当はこの夏場のプランター園芸でも肥培管理が異なるんですよ。今のですね話をもとにここに今商品を並べてみました。軽すぎる土の場合には粒状肥料とリキダスの組み合わせ。リキダスでカルシウムを補いながら肥料を引っ張っていく役割を担うわけです。それに対して重すぎる土の場合には微粉ハイポネックス、カリの高いでカルシウム入ってますけれども、それとさらにカルシウムを充填して徒長を防止しながらですねじわじわと液肥で管理をしていくと。ただしやる時には土の表面が乾いた時ですよ。これが大前提となると。このように焙土の状態によってですねこの資材を変えるっていうだけではなくて倍率も変えてあげるというふうなことを本来ならば考えるべきなんです。だけど園芸初心者の人はそこまでわからないんだということがあるので、パッケージの裏に書かれております裏面標準施用量、これが存在しているということになるわけですね。これを前提としながらより深掘りしていくと今のようなやり方をして焙土によってですね肥培管理を変更してあげるということによってより素晴らしいですね植物を自分の理想通りにですね自分がコントロールしながら鮮やかにですね育てることができるようになるということなんですね。これがプランター園芸の場合は広域制限がかかるがゆえに起きやすいいうことなんですよ。地植えに比べてそこが地植えとプランター園芸の違いということになるわけです。だから地植えとプランター園芸というのは同じ植物を育てるにしても焙土条件が違うがゆえにですね肥料の効き方も変わってきてしまうんですよ。本当はそこを知っておかないと全て一辺倒で園芸を考えていってしまうとある時に見えなくなります。考えていくということが大事なんですね。その考える癖をつけていく、それが園芸上達の秘訣であるということをここに明言いたします。はい、皆さん今日のお話はいかがでございましたでしょうか。これは一つ私の考え方を箇条書きにして矢印で並べてみました。このように頭を整理していくんですね。こういうケースは考えられる、こういうことがあるんじゃないかということを箇条書きで書いていくんですよ。そうするとですねよりそれに適した資材が何なのか、液体肥料なのか活力剤なのか粒状型の肥料なのか、それとも根酸官能型のマグアンプなのか、何が適正なのかということが分かってきます。
そういうことを考えていく癖をつけていく、これが私は演芸の基本中の基本ではないかと、このように思うわけであります。どうかこの癖をつけていただいて、素晴らしい演芸ライフを送っていただきたい。これが今日私から皆様へのプレゼントとさせていただきます。よろしければグッドボタン、いいね、チャンネル登録をお待ちしております。これにて失礼いたします。誠にありがとうございました。